ゼロから始める都市伝説イエーイ。はい、この企画はまだまだ都市伝説初心者の私たちが楽しく都市伝説を学べる動画です。前回はですね、日本の変わったお守りを紹介していただいたんですけども、ポコモは撮影の後にお守りもらってたけど、どうだった？はい、このお守りをもらったんですけど、もらってたね。これをなんか撮影で沖縄に行った時に、なんとこのお守りのおかげでプロ野球選手とお話しすることができました。はい、ちなみにキョーティーはあれから神社とかどっか行ったり？台湾に旅行で行って、で台湾のパワースポットの龍山寺ってとこでお守りを買ってきました。かわいいかわいいかわいいでしょ。縁結びのお守り。あ、欲しいね。あら、欲しいね。できればよかったな。早速先生をお呼びしたいと思います。心霊スポットのためだけに海外に行く男、都市伝説の早瀬先生です。都市伝説もよろしくお願いします。はい、いつテーマになったのかみたいに、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。で、今回がちょっと都市伝説とは違うんですけれども、海外の心霊スポットをはい、ちょっとご紹介しようかなと思っておりまして、僕本当に海外に心霊スポットに行くためだけに行くんですね。まさに本当に。なんで僕観光地は全く回らないです。はい。でご飯も焼き飯しか食べないです。はい。もうご飯いいとこに食べに行くんだったらば心霊スポット行きたいんですよ。あともう水だけしか飲まない。水お茶しか飲まないです。はい。もう決めてるんですよ。一緒です。あ、一緒ですか。一緒です。そうです。本当ですか。水しか飲まないし、焼き飯しか食わない。一緒です。まさにじゃん。キモ。問題児1だから。すいません。まず1箇所目なんですけれども、ワット・マハーブットというですね、寺院なんですね。その寺院がなんで心霊スポットになっているかという話なんですけれども、日本にも四谷階段とかって言って有名な階段あると思うんですけれども、タイにもあるんですね。ピーメーナークっていうんですね。ピーメーナーク。はい。これはピーっていうのが精霊、ね。でメーというのが、お母さん。でナークというのが人の名前なんですね。だからナークお母さんの精霊って意味なんですよ。このナークお母さんの精霊がかなり悪霊で、実は仲睦まじく、夫婦でいたんですけれども、旦那さんの方が、徴兵といいまして兵隊さんになってしまったんですね。その時にお腹の中に実は子供がいたんですよ。なんですけれども、そこから具合悪くなってしまって子供をお腹に宿したまま亡くなってしまったんですね。でその、戦争が終わりまして帰るんですよ、村にね。で帰ってきたら家にいるんですよ、ナークお母さんが。おるなーって言って普通に話すんですけど、村人の人たちは「いやあれ死んでるから悪霊よ」って言って言うんですけど、「いやいやいるから」って聞く耳持たないんですよ。そしたら村の人たちがどんどん呪われて死んでいくんですね。要は邪魔してるから2人の仲を。なんですけど旦那さんの方は「いやいやいるから霊なわけないじゃん」と思うんですけど、ある事件が起きるんですよ。そのお母さんが物を落とすんですね。そしたら手がウィーンって伸びてそれを拾うんですよ。急にあらないと思って。そしたらでもその、旦那さんが「いや手伸びてるしこれ悪霊だ」ってなって、これはもうちゃんとした僧侶を雇わないとって言って、偉いお坊さんを呼んできてもらって、そこで除霊してもらって、でその骨が残るんで、その骨を壺に入れて川に流したっていうお話なんですよ。でその現地にね、ちょっと僕行ってきました。はい、こちらでございます。全然心霊スポットに見えない。そうなんですよ。結構大きいこんなね、すごい建物もあったりだとか、壺を流した川ですね。はい。もうそれも実際に残っておりまして、この奥にいるのがナークお母さんなんですよね。はい。中央にいるんですけど、今どういう風になってるかなと思ってお話聞いたら、悪霊ではなくて今は安産の神様として祀られているんですね。ちょっと驚いたのが、なんかおかしな場所にテレビがあって、これ何なんだろうと思ってよく考えたら、これナークお母さんに見せてるんだと思って。そうなんですよ。じゃあこれ別に心霊スポットでも何でもないじゃないと思いません？別に神様がいる場所じゃんと思うんですけど、ガイドの人にね、ちょっと怖い話とかないんですかって聞くと、いやありますよって言うんですよ。どうしてもちょっと生きるのに辛いっていう人がここでさっきの川で身を投げるんですよ。でそういう人たちっていうのがお腹の中に子供がいる人がいたんですね。中には。そしたらば引き上げてみたらお腹の中に子供がいなかったんですって。このナークお母さんが引き上げてどっかで育ててるっていう話で。っていうのでちょっと心霊スポット化してるっていう。だからこっちの現地の人からすると、自分の我が子を助けてくれてる、亡くなる前に引き上げてくれてるからいいお母さんだよというふうに信仰されてるんですけれども、
まあ普通に聞くとちょっとかなり怖いなと思って。そうですよね。台湾に行かれたって言ってましたよね。はい来ました。台湾の心霊スポットをちょっとはい用意しまして、その名も妖怪村っていう。そうなんですよ。そのままなんですよ。キラキラの目で日本人と台湾人で、まあ、手を組んで妖怪をテーマにしたアミューズメントパークを作りましょうっていう場所なんですね。じゃないですよ。天狗なんですよ。妖怪村っていう。だからちょっと日本にいる妖怪とかもここにちょっと取り組んで、郵便局があったり、郵便局あったりだとか、ちょっと真ん中にある目玉のやつとか何かに似てるなとかと思ったりしますけど、まあもうこれ売り物もあったりして、あれ真ん中の目玉のやつなんか見たことあるんですけど、まあと思って、いやこれはもうあるね鬼となんかいろいろ話すみたいな、なんですけど、まだアミューズメントパークとしてちゃんと出来上がってないのか、客の方を一切見ないっていう。あれアミューズメントパークだから心霊でも何でもないじゃんって思うじゃないですか。ホテルがあって泊まれるんですよここで。ホテルの方に聞くと「なんか出ます?」って聞いたらば、さっきの鬼いたじゃないですか、まんまあの鬼が出てくるって言うんですよ。夜中に散歩してたらガサガサな山なんで音聞こえて、あれ動物かなんかかなと思って怖がってたら奥から出てきたっていう。その出てきて、しかもこの大きさじゃなくてかなりでかくて2mか3mぐらいあって、かなりでかくって、そいつが横切っていったって話があって、でこの中の話でなんか似たような黄色いやつもいるんです。そいつは車にはねられて死んだっていう妖怪なのに。2つはちょっとね遊びでそんな怖くない場所を用意したんですけども、次ちょっとマジのやつをちょっと用意しまして、次はまあ台湾なんですけど、金身大楼っていうあんまり知られてない台湾の心霊スポットなんですよ。金身大楼っていう字をですね、なんかまあ検索エンジン何でもいいです入れてもらったらレビューがあるじゃないですか。住まいのマンションなんですけど、全部階段ですね。レビュー1、最悪です、夜歩いていると〇〇がついてきました。全部怪談話なんですよ。物件だ。そうなんですよ。でその中でも一番すごいって言われてるのがエレベーターなんですね。要は心霊エレベーターなんですよ。押した場所にも止まらないし、ぐんぐん上行ったり下行ったりして全然言うこと聞かないみたいな。じゃあなぜそこが心霊エレベーター化したのって話なんですけど、まあこれ一説によるんですけど、カップルの愛を確かめる場所として使われてたんですよ。どういうエレベーターをねぐっと登って乗って屋上まで行って、で屋上からカップルのどっちかですよ、男か女かが飛び降りるんですよ。それでドンと落ちるんですけど、そこでまだ息があったらば付き合う、命がけの息があったらば結婚しようっていうプロポーズに近いんですかね。愛を確かめ合うっていう場所だったんですよ。でその人たちがエレベーターを使ってたから、このエレベーターにもしかしたらその亡くなった人が乗り込んでんじゃないかって話があったりとか、あと他にも近くの警察で聞いたんですけれども、このマンションの近くで女性を見るみたいな。で女性がこっちって手招きするんですって。何かあったのかなと思ってついていったらばこの、マンションなんですよ。よく入っていって、おいおいと思ってついていったら誰もいないんですって。と思って、そしたらそこにおばさんがいて、その時ですけどね、おばさんがいて「すみません、ここに女性入ってきませんでした」って言ったら「あんたまたか」みたいな感じで言われるんですって「何ですか?」って言ったらば、それは多分飛び降りて亡くなった人、女性が呼んでんじゃないかって話があって、そこに行くために台湾行ってきました。そのアパートって実際人住んでるんですか？住んでます。未だに住んでますね。満室ぐらい住んでます。ちゃんとちゃんと住んでます。ちょっと裏側がもうちょっと怖くってこんな感じなんですね。螺旋階段というかちょっと古い感じの建物でして、屋上に僕も同じように上がっていった動画があるんですけど、これちょっとちゃんと管理人さんに許可を取って撮ってるので、ちょっとそれを見ていただければなと。普通のエレベーター？そうなんですよ。古い感じで14階なんで結構これは昼間ですか？これ昼です。結構やっぱりその見慣れない字が並んでるだけでも結構怖くってですね。それでこれで14階まで上がったよっていうものなんですけれども、で一応霊感ある人に見てもらうとこのグッと開くんですけど、ここに霊がいるっていうところに女性がいるって言ってたんで、もしかしたら登って降りたところにいたのかもしれないですね。これからっていう。でもなんかいかにもって感じですね。
普通に生活音もあるんですよ、はいそれがまた怖くって人が住んでる心霊スポットってなかなかないじゃないですかないですね。ないですよないでねすね。いやもう本当に行ってみてください。めちゃめちゃ怖いですよ。歌声聞こえたりとか笑い声聞こえたりとかっていう、まあ普通なんですけどね、住んでるから当たり前の話なんですけど、でもその中に心霊スポットがドンと柱としてエレベーターが立ってるっていうのがちょっと結構怖くって、なかなか日本じゃ味わえない海外でしかちょっとちょっと感じれないなっていう恐ろしい場所でしたね。行ってみたいね。強制の眼差しだった修学旅行みたいな感じで海外だなって思います。海外ですね。そう行ってみたいな。バスとかで移動できるんで、なんかよく行けばいいです結構行きやすいかもね。あ、そうそう行きやすい。タクシーでも行けますし。じゃあ決まり海外